トランプ大統領がイーロン・マスクさんに対してテスラやスペース X が受けているすべての補助金を打ち切ると公言しました。これによりテスラ株は一時 7% も急落、時価総額でおよそ1500億ドル、日本円で2兆円以上が吹き飛んだと報じられています。この発言に対してイーロン・マスクさんは Cut it all now 全部カットで構わないと強く反応。トランプ大統領との間にかつてない緊張が走っています。おはようございます。ケンです。今回の動画ではこの衝突の背景にある政治的な思惑、テスラ株への影響、そして僕たちテスラオーナーや投資家が知っておくべき規制リスクについて分かりやすく解説をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず今回の発端となったのはトランプ大統領の SNS での投稿でした。トランプ大統領は自身のプラットフォームトゥルースソーシャルにてこう発言しました。イーロン・マスクは史上最も多くの補助金を受け取ってきた人物だ。補助金がなければ南アメリカに帰っていたかもしれないと非常に強い言葉で批判しました。さらにテスラ、スペース X、ロケット衛星 EV をやめればアメリカは莫大なお金を節約できると投稿しています。この発言に対してイーロン・マスクさんはすぐさま反応。X 上で私は文字通り全部カットでいいと言っていると投稿しました。さらにイーロン・マスクさんはこうも述べています。政府支出を減らすと選挙で訴えながら史上最大の債務増加に投票した議員たちは恥を知るべきだ。もし私の最後の仕事になっても、そんな議員を来年の予備選で落選させると発言しています。これらのやりとりを見てもわかる通り、単なる意見の違いというレベルではなく、今やテスラとトランプ政権という政治と企業の真っ向勝負の様相を呈しています。しかもこの対立は今後の規制や補助金政策にまで影響を及ぼす可能性があるため、単なる SNS 上の喧嘩で片付けられない大きな問題をはらんでいるんです。トランプ大統領とイーロン・マスクさんの対立はすぐにテスラ株にも影響を与えました。トランプ大統領が補助金をすべて打ち切ると発言した直後、テスラ株はプレマーケットで急落し、その日のうちに最大 7% 下落したと報じられています。さらに時価総額でおよそ1500億ドル、日本円にして20兆円以上の価値が1日で吹き飛んでいます。これほど大きな値動きが起きた理由は、投資家が政治リスクを非常に重く見ているからです。テスラは EV やエネルギー分野で国の政策と深く関わっていて、補助金や政府契約がその成長を支えてきた側面があります。そのためトランプ政権によって補助金が削減されるかもしれないという発言は、テスラの将来に対する不安を一気に引き起こしました。また、投資家の間では、テスラが本当に補助金ゼロでも成り立つのかという根本的な疑問も囁かれ始めています。イーロン・マスクさん本人は全部カットしても構わないとは言っているものの、市場はそこまで楽観的には見ていません。つまりこの対立は単なる企業の業績だけではなく、政治によって企業価値が大きく揺らぐという典型例になってしまったわけになります。では次のパートでは、この一連の騒動が今後のテスラの決算や規制リスクにどのように影響していくのか、さらに深く見ていきたいと思います。はい。ではトランプ大統領とイーロン・マスクさんの対立が単なる言い争いでは終わらない可能性がある理由の一つが、規制リスクです。ウェドブッシュ証券は今回のような政治的衝突によってテスラは規制面での逆風にさらされる可能性があると警告しています。これはつまり補助金の削減や政府契約の打ち切りといったテスラの事業基盤に関わるリスクが現実味を帯びてきているということになります。特に注目されているのがアメリカ政府による EV 購入補助や充電インフラ支援、さらにエネルギー貯蔵事業に対する支援政策です。これらの制度が縮小された場合、
テスラだけではなく EV 市場全体にもブレーキがかかる可能性があります。そしてタイミング的に悪いことにテスラは間もなく第2四半期の決算発表を迎えます。バーチャートによると市場予想の EPS、1株あたりの利益は 0.3 ドルで、前年同期の 0.42 ドルから約 29% の減益見通しとなっています。さらにすでにご存知かもしれませんが、中国とヨーロッパではテスラの納車台数が前年を下回っていて、販売の勢いにも陰りが見え始めています。つまり株価が下がっている今、トランプ大統領からの圧力、補助金削減の可能性、さらに決算内容の不安が重なり、テスラは非常に難しい局面に立たされているということになります。とはいえ、テスラには希望の光もあります。最近ではテスラ社にグロックという AI アシスタントの搭載が進んでいて、これまでにないユーザー体験を提供しようとしています。また、ロボタクシーの試験運用もアメリカ・オースティンなどで始まり、長期的な成長シナリオはまだ崩れていません。このように目先は逆風でも中長期では成長の目も見え隠れしている、そんな複雑な状況にあるのが今のテスラです。はい。ということで、今回はトランプ大統領とイーロン・マスクさんの対立から始まり、テスラ株の急落、そして補助金や規制に関するリスク、さらに次の決算に向けた不安要素まで幅広く見てきました。一連の騒動は単なる政治的パフォーマンスではなく、実際に株価や投資家心理、そしてテスラの経営環境にまで大きな影響を及ぼしています。補助金が打ち切られた場合、イーロン・マスクさんが言うように、ゼロでもやっていけるのか、それともこれまで積み上げてきた成長の前提が大きく揺らぐのか、これは僕たちテスラオーナーやテスラ株に投資をしている立場として非常に重要な問いかけとなるでしょう。とはいえ、グロックやロボタクシーといった未来志向の取り組みも進んでいて、短期的な逆風の中にあっても、テスラは次のステージを見据えた動きを続けています。皆さんは今回の一連の出来事についてどう感じましたか？トランプ大統領の発言は正当な指摘なのか、それとも過剰な政治介入なのか、イーロン・マスクさんの補助金ゼロでやれるという主張は現実的なのか、ぜひコメント欄で皆さんの意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は大きく下げて現在300ドルとなっております。なんとかギリギリ300ドル台を維持している状況です。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もし皆さんの中で電気代が高くなってきたなとか、災害の時の停電が心配だなって思っている方がいたら、ぜひ N 型太陽光パネルを検討されてみてください。この N 型太陽光パネルは従来のパネルよりも発電効率が高く、同じ面積でもより多くの電力が発電できます。だから少ないスペースでもしっかり発電ができて、結果的に電気代の節約につながります。さらに N 型は一般的なパネルと比べて劣化が少ないのが特徴です。だから長期間にわたって安定した発電量をキープできます。結果として将来的な電気代の節約効果も長続きします。しかもこの N 型太陽光パネルは曇りの日だったり朝夕でも発電効率が割と落ちにくい設計になっています。だから天気が悪くても安心してエネルギーを確保することができます。これっていうのは EV の充電にも最適です。僕自身も実際今導入し非常に満足しています。もし家の電気代をもっと安くしたいとか、災害時の停電対策ですね。もし真夏に家が停電したらどうしようとか、そういった不安がある方は概要欄のリンクから無料相談というのを今受け付けていますので、詳しいことを知りたい方、具体的なシミュレーションがちょっと欲しいなと思われる方は、概要欄の僕のサービス一覧の方にお問い合わせフォームがありますので、そこから問い合わせをされてみてください。これから真夏になります。この真夏の中でもし停電したらどうしようって思う方非常に多いんじゃないかなと思いますので、ぜひN 型
型太陽光パネル、自分の家に本当につけられるのかとか、そういったことね、ちょっと知りたいなって思われる方はね、一度相談されてもらってもいいんじゃないかなと思います。ぜひね、気軽に相談の方されてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。